皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのは、K国の雇用状況についてです。K国では高齢者に対しての福祉政策としての短期雇用というものが非常に多くなっています。それが雇用統計全体を歪めているということは、以前私も動画にしたのですが、今回はそれに加えて40代の働き盛りの人たちにとっても少しスポットを当てていこうと思います。というわけで今回のニュースはこちら。K国の新規雇用がほとんどが高齢者で占められている。その陰には40代の人たちの問題が隠れているというニュースです。あの国の雇用政策というのがどれだけ歪になっているのかというのを少し見ていきましょう。それではニュースをどうぞ。K国新規就業者56万8000人のうち50万人が60歳以上。豊かさの中の貧困だ。新規就業者は5年5ヶ月ぶりに多く増え、雇用率は1月基準で過去最高を記録した。だが、年齢帯別に見てみれば、K国経済の柱である40代の就業者数は引き続き減っている。依然として就業者増加幅の大部分は60代以上が担っている。財政を投じて作った超短期高齢者雇用に対する依存度がますます大きくなっているという解釈だ。統計庁が12日に出した1月の雇用動向によると、先月の就業者数は2680万人と集計された。前年同月より56万8000人増えた。2014年8月の67万人以降で最も大きい増加幅だ。先月の15歳以上の雇用率は 60% だ。月間統計を作成し始めた1982年7月以降、同月基準で最高記録だ。先月の失業者は115万3000人を記録した。1年前より7万1000人減った。失業率は前年同月より 0.4 ポイント下落した 4.1% だ。統計庁のウン・スンヒョン社会統計局長は、2018年に下落傾向を見せた半導体景気が底を打って反動し、医療精密、金属加工業製造業分野でも就業者が拡大したと説明した。だが、雇用の訓風の裏にある影も相変わらずだ。子供と親を扶養する40代は各年齢帯で唯一就業者と雇用率が共に減った。40代の就業者は先月前年比8万4000人減少し、51ヶ月連続で減っている。60代以上の就業者が1年前より50万7000人増えて、82年7月の統計作成以降で最高値を記録したのと対照的だ。先月の全就業者数増加分の 89.2% を占める。これは政府が高齢者雇用事業開始時期をこれまで3月だったものを今年から1月に繰り上げた点、旧正月連休を迎えて雇用が一時的に増えた点などが影響を及ぼしたと分析される。産業別の就業者増加を見ると、国の財政に依存した採用人数が多い保健社会福祉サービス業分野で最も多い18万9000人の就業者が増えた。旧正月連休の宅配などが増え、輸送・倉庫業就業者数が9万2000人増え2番目に多く増加した。全体としては雇用が増えているものの一番悲惨な状態なのが40代です。最近仕事していない。K国40代1年で 25% 増。今年1月の調査で40代の人のうち仕事をしていないと答えた人が前年同月比で 25% 増えたことが分かった。仕事をしていないというのは非経済活動人口のうち働く能力はあるが具体的な理由なく就労せず就職活動もしていない人を指す。こうした人は失業状態に転落するか就職を断念する可能性が高い階層だが、K国経済を支える40代が勤労意欲を失っているという点で深刻な問題として指摘されている。K国統計庁が12日発表した1月の雇用動向によると、仕事をしていない40代の人口は25万5000人で2013年2月以降最高を記録した。前年同月に比べ5万1000人増えた。最近は全ての年齢層で仕事をしていない人が増えているが、40代で特に増加が顕著だ。昨年3月以降は前年同月比で 10% 前後増えていたが、昨年9月以降は増え方が 20% 以上へと加速した。廃業やリストラなどで失業した40代が働く気口を見つけようとして結局断念し、そうした人々の存在が統計に反映されたとみられる。
1月の就業者数も数字的には良好に見えるが、40代の雇用は依然低迷している。2つの記事を通じて、K 国の雇用状況がいかに歪んでいるかというのが明らかになっています。高齢者の人たちが新規雇用の 90% 近く50万人を占めている。この数字のインパクトは非常に強いものです。この陰に40代の人たちがどんどんと働き口を失って、働く人の数が51ヶ月連続で減少しているというのは結構大きな意味があります。40代の人たちといえば貯金がある程度貯まってそろそろ新しい事業にも行きたいなという人たちもいるでしょう。K国ではこうした新規事業を始める人たちの人気の業種としてチキン屋さんというのがあるそうです。始めるには非常に簡単でそれでいて儲かるよという謳い文句なわけですが、そのほとんどが他の店との差別化ができずに過当競争に陥り、そして客を失って最終的には赤字に陥り、なんだこんなにうまくいくものではなかったのかと、最後には諦めて店を畳んでしまうという、ほとんど決まりきった転落のコースをたどるそうです。そして40代の人たちが一旦企業からリストラされたり、もしくは先ほど述べたような新規事業に乗り出して失敗したとしても、そこからやり直すというのは非常に困難です。K国の経済を支える大黒柱は財閥企業です。その財閥企業の雇用というのはあくまでも超有名大学の卒業生たちに占められているもので、40代で一旦会社を辞めたような人たちが途中から入れるようなものではありません。ですから再就職先というのは中小企業に限定されるものです。そしてあの国での中小企業の扱いというのは非常にひどいものがあります。ムン・ジェイン大統領は財閥に対してはもっと金を払えと法人税などを上げたりしていますが、同時に労働者を守らなければならないということで最低賃金の値上げや週の労働時間の制約といったものを課しています。それらは大企業よりも中小企業の方がより大きく悪影響を受けており、中小企業にとっては40代で一度会社を辞めた人を雇うという余裕はあまりないのが現実です。こうした40代の人たちが苦しい状況に追い込まれているのとはかなり対照的に、ムン・ジェイン大統領は高齢者雇用というものをやめる気配は全くありません。むしろお金が許すのであればもっともっと促進するでしょう。その背景にあるのが高齢者の貧困率です。現在あの国における高齢者の貧困率は 50% 近くに上っているそうです。この数値というのは日本の倍以上と言われており、多くの高齢者の人たちが生活が苦しい状況にあります。ムン・ジェイン大統領にとってこうした生活に苦しい人を助けるというのは福祉政策の一環としてかなり強烈にアピールされているものがあります。ムン・ジェイン大統領は労働者にとって優しい、もしくは高齢者にとって優しい、これらの姿というのはムン・ジェイン大統領としては一つのアピールポイントなのです。しかも高齢者を雇うのに短期雇用という形式をとっているというのも非常に重要です。新規雇用に数えるというためには失職する必要があります。そのためには高齢者の人たちを1年、2年、10年という雇ってはいけません。短期雇用にすることによって数ヶ月ごとに彼らは失職し、そして新たな職を得るというサイクルを繰り返すことになります。この繰り返しによって雇用統計は歪められ、なんかこれはものすごい多くの人たちが職を得たんだなというかなり上辺だけは取り繕われた状況がずっと続くことになります。貧困率 50% のこれらの人々にお金を配ることによって、ムン・ジェイン大統領というのは非常に我々に優しい人だなという、いわば刷り込みのようなものが行われることになります。彼ら高齢者は短期間契約での雇用ですが、同時に働く時間というものも短いものです。ですから、政権支持派の集会などに出れば、日当なども出るよ、ご飯も出るよ、などという誘い文句があれば、ホイホイとついていくような人たちでもあります。ですから、ムン・ジェイン大統領に至っては、この高齢者の人たちに多額のお金をつぎ込んで、短期雇用であろうとも彼らを雇い続けるということが非常に重要なのです。何十万人という人たちがお金を使うことによって自分の評伝にそっくりそのまま移行する可能性を十分に秘めているからです。ですが、皆さんならすぐにこの問題の重要な点に気づくでしょう。彼らを雇い続けるにはお金が必要で、そのお金というのは税金です。しかし、その税金をいくらつぎ込もうとも、彼ら高齢者というものが経済に貢献するわけではありません。彼ら雇われている短期間での雇用というのはあくまでも街をきれいにしようであったり、子供たちを見守ろうであったり、ちょっとしたサービスだけをするような存在です。
国家の経済力を伸ばすような何かの事業に携わるわけではありません。ですから、ムン・ジェイン大統領にとって支持者になったり、与党に投票してくれるような存在になったりはしても、決して経済にプラスになることはないのです。ムン・ジェイン大統領は自分の大統領の任期中はこの政策を続けるでしょうが、いつまでもこのような政策が続けられるわけがありません。国家の財政的に赤字が溜まれば溜まるほど、この政策は維持できなくなるでしょうから、次の大統領の世代になった時には、こうした無茶苦茶なことはできなくなるでしょう。そうなれば当然のように、多くの老人が再び貧困の問題に立ち向かうことになり、それが政府への不満につながるのは間違いありません。ですから、ムン・ジェイン大統領がお金で彼らを雇い続けるというのを繰り返せば繰り返すほど、次の大統領の時には彼らを雇い続けることができなくなり、そのために高齢者の貧困問題というものがこれまでとは比べ物のないほど大きな社会問題として出てくると私は思います。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見終わったらぜひとも評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。